社長からお湯を飲めば感染しませんというメールが来ました。あなたの会社大丈夫ですか？トイレットペーパー買い占めてませんか？アスクルの在庫が切れてると発表してましたよ。韓国でコロナウイルスのさらなる感染拡大が続いています。こちらは韓国疾病管理本部のデータをもとに作成されたグラフですが、感染者数が急増していますね。今回は感染者数や死亡者数だけではなく、様々なデータから感染の様子を見ていくということですね。はい。韓国では感染拡大が続いていますが、それが深刻なのか、不安視する必要があるかなどを読み解いてみようと試みます。新興宗教団体の集団ミサで感染が拡大してから、やはりテグとキョンプクで感染者が急増しています。中でもテグは全体の3分の2を占めていますね。面積で言えば韓国の100分の1以下、人口で言えば20分の1程度の地域ですが、そこで全体の7割近くということは、局地的に大規模な感染が起きていると言えますね。韓国国内では封鎖発言で物議を醸していましたが、これは封鎖した方が良いのではないでしょうか？地域感情もあってもはや難しいでしょうね。封鎖しなくても出入りを制限した方が良さそうです。お隣のキョンプクにも広がっていますが、キョンプクという括りでは広すぎるので、もっと細かにどこに集中しているのか調べた方が良いと思いますけど。そうですね。テグ周辺の市郡だけに留まっているのか、もっと広がってしまったかの情報は必要ですね。このテグでの広がり方は危険なんじゃないでしょうか？個人的には第2の武漢になってるのではと思うんですけど。武漢は人口1100万人の都市で、感染者は4万9000人超。全体の 0.4% 以上が感染していることになります。これは初期対応が不十分だったことによっていたずらに広げてしまいました。湖北省全体としては人口約6000万人で感染者数6万6000人超。1000人に1人以上、0.11% が感染しているという水準です。テグに当てはめてみますと、人口約250万人。武漢の4分の1弱です。感染者は2500人超なので、こちらも全体の 0.1% が感染しているということになります。湖北省全体の水準とほぼ同じになりましたね。武漢ほどではないですが、これはもう第2の武漢じゃないでしょうか。しつこいなぁ。そんなに第2の武漢にしたいの？でも確かにそうですね。武漢は先ほども言ったように初期対応に失敗して感染が増えてしまいましたが、テグでは集団感染によって拡大させてしまいました。その後の対応も遅れが出て、今では人口比での感染者数増加率は世界一かもしれません。この規模の都市で3日で1000人増加は他に例がありません。3日で1000人というと、人口が4倍、感染者数が20倍近くの武漢で1000人以上といったところですので、非常に拡大の勢いが強いということです。韓国政府は重症患者数などの数値は公表しているんでしょうか？それがパッとわかるようにはなっていないですね。中国メディアは重症患者や隔離解除者の数なども合わせて報じていますが、その代わりに検査の状況を韓国は出していますね。検査がすごい勢いで進んでいることを世界にアピールしているんですよ。一方で中国は退院患者数を発表して対応がうまくいっていることをアピールしています。韓国では1日1万5000件近くの検査が行われているわけですが、陽性検出率もどんどん上昇しています。感染が拡大していることを顕著に表しています。死亡率に関しては、ここ数日で急に感染者が増えたこともあって下がってきていますが、これから増加していくものと思われますね。では遅れて死亡者数も2倍3倍になるということですか？はい、そうです。死亡率は年齢分布にもよると思いますが、1% 以上 2% 未満になると思います。今は感染者急増で 0.48% まで落ちているので、2倍以上にはなるでしょう。武漢や湖北省の死亡率は高いんですよね。武漢 4.42%、湖北省 3.15% ですね。ここは対応の遅れが死亡率を高めてしまったと考えて良いでしょう。韓国は今3500人超の感染者でこれから増えると考えると、現在の死者16人からそれこそ2倍には増えるという考え方ですね。そうした観点から日本の感染者数もある程度推測できるのではないかと思います。もちろん感染の急拡大によって死亡率は一時的に下がりますから勘案する必要があります。でしたら日本でも400人から800人は感染していると考えられるということでしょうか。検査が進んでいませんから、それ以上の感染者も考えられるでしょうね。韓国国内では中国人の入国禁止措置について議論が起きていますが、
ムン・ジェイン大統領の言う通り、これはあまり効果はないでしょうね。ただ韓国人や韓国から帰国した中国人が中国で隔離されたりしているようですよね。これは中央政府の方針ではなく、地方政府が自主的に行っているので、韓国政府としても手が出せないところなんです。中央政府は韓国人の入国禁止をしていないのに韓国が中国人の入国禁止をするとなると、中国政府の体面を傷つけることになりますね。それでムン・ジェイン大統領は中韓関係も考えて決断なんですね。正しい判断だと思いますが、国民感情はそうはいきませんね。実際のところ中国からの流入は少なく感染のきっかけに過ぎなくて、宗教団体の集団感染が全体の半数以上を占めていますから。このような状況なので、韓国からの入国を禁止するという国が非常に増えましたね。仕方ありませんね。自国の貿易のために必要な措置でしょう。そのうち中国政府も踏み切るかもしれませんね。日本も増加傾向にあるので似たような立場にありますけど。